はい、それでは今日はこれです。シャインマスカット。これはもう収穫全部終わって、今日は11月4日なんですけど、来年のための肥料を入れていこうかなと思って、だいぶ紅葉してきた。黄色くなって葉っぱもポロポロ落ちるようになってきたので、まあ11月になればそういう感じですね。でも雨よけを、台風が幸い大風が吹かなかったので雨よけやりっぱなしなので、まだ葉っぱが持ってますね。これは葉っぱが散るまで来年にここに力をどんどん今のうちに蓄えていってもらって、来年またいい芽がシューって出てきてくれるように、今パワーを蓄えてる最中で、この前に本当はお礼声みたいなのをもぎ終わったらすぐやる、去年もやって今年もやる予定だったんですけど、アミノ酸の液体をずっと定期的にかけてるので、お礼声はそこまでいらないかなっていうふうに思ってわざわざやってないです。なので今回はこれ肥やし、これメロンに入れてる元肥です。これを来年のために、もう11月なので来年の元肥、来年の実になる元の肥やしとして、入れていこうと思います。でね、なんつうのかな、これ 100% 有機。この肥料の、動画は概要欄に、昔僕がメロンに使ってる肥料の動画を撮ってあるので、そこの動画のリンクをここら辺に貼っとこうと思います。はい。こっちかな。まあどっちかに貼っときます。で、概要欄から見れるようになっています。で、この 100% 有機の肥料を元声入れていこうと思います。100% 有機だからさ、これ別になんつうの、てきめんに効くわけじゃないし、即効性があるわけでもないんだけど、来年に向かって、来年3月4月3月に芽が出てくるまでにはちゃんとに無機化して効いてくれるとは思うので、ちょっと余計めに、そして化成肥料じゃないから、たくさんちょっと多めにやってもそこまで害がないというか、まあその分即効性とかもないからね。こんな感じで、動画では匂いは多分通じないんだろうけど、結構いい匂いがするよ。魚かすの匂いだな。魚かす。そしてこれを振るとてきめんにハエが増えます。まあでも今寒いからそこまで増えないかな。今日初めてかな、今年。10度を下回った。気温がだいたい今日朝9度だったな、最低気温が。こんな感じ。足りてっかな、もっとやった方がいいかな。これ雨よけやってあっから、雨が来ないから、一応水かけて落ち着かせとかないと、大風が来たら飛んでいくので。はい、振り終わった。もっといっぱいやった方がいいかな。まあいいや、様子を見ながら増やすか、減らすことはできないから。まあ、いいでしょう。そこそこやったし。で、これ元肥用っていうやつなんだけど、春になったらメロンの追肥用っていうやつもあるので、それで春を補ってもいいし、あとはアミノ酸も今までと同じ、今までのようにずっと定期的にこう液肥で補っていくから。でもやっぱりこれだけの木を作って、そしてそこから実をならせて、その実が外に出ちゃうというか、みんな食べちゃうので、そこまでのパワーはやっぱり窒素リン酸カリってあるんだけど、それはやっぱり肥やしと水で補っていかないと、なんていうの、弱くなっていく。メロンもそうだけど、必要な栄養素は補ってあげないと、来年いい実がついてくれないので、やっとかないといけない。そしてもう来年には、今年はここら辺のつるがまだこれが伸びてなくて、ここがちょっとまばらだったんですけど、来年はこれがいってくれるので、多分
全部棚が埋まる。来年がまあ4年目かな。4年目にして初めて全部埋まりますね。また来年も楽しめるかな。ぶどう面白い。どんどんで来年になればもっとより木もできてきて太くなってきたからね、だいぶ良くなるんじゃないかなと思う。そしてこれで葉っぱが全部散っちゃったら次の動画では多分じゃないけどこの剪定をしていこうと思います。全部葉っぱが散って落ちてからいつぐらいになるのかな。12月1月かな。で剪定してそれでもう春を待つっていうことかな。まあでもこの3本で51つるできて粒もそんな悪くなくてみんなに美味しいって言われたのでよかった。で粒の大きさは多分来年もうちょっと大きな粒になってきてくれると思うんだよな。木が大きくなって。でこのやっぱり 100% 有機の肥料とアミノ酸あとは石灰を補おうかとは思ってるんですが、まあもうちょっとして葉っぱが散っちゃってぐらいからやろうかな。であれだ、カキ殻石灰とかがあるからカキ殻石灰で、石灰っていうのはカルシウムなので、カルシウムはやっぱり植物には必要なもので、ブドウにも必要だからカルシウムを入れすぎて土壌の pH がアルカリに傾きすぎると怖いから、まあカキ殻石灰もしくはクド石灰やろうかな。マグネシウムも植物には必須というか、主要の3要素があって、もうカルシウムとかマグネシウムは微量要素とかじゃなくてもう必要要素だから、必須な要素なので、5つの要素、これで NPK 窒素リン酸カリを補ったから、あとはクド石灰を入れてカルシウムとマグネシウムを補う、そんな感じかな。で今度動画作るんですけど、土壌の pH がどれくらいなのかっていうやつを測ってから、カルシウム石灰の量を決めていこうと思います。土壌 pH があまりにも高すぎてアルカリ寄りだったらそんなに石灰入れられないし、酸性寄りだったらある程度しっかり入れてもいいっていうことで、土壌の pH 測る道具があるので、それの紹介もしながら、やっていこうと思います。はい、それでは、来年の元声、お礼声というか来年の元声を、シャインマスカットにやってきました。はい、もしよかったらグッドボタンをください。以上です。